はい、皆さんこんにちは。ゆりんちの日本語ポッドキャストです。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは皆さんの友達になれるような日本語のポッドキャストをお届けします。自分のレベルに合わせて再生速度を変えてお聞きください。今日は8月11日月曜日です。皆さんは最近どこかに出かけましたか？カフェとか日帰り旅行とか。日本は今夏でとっても暑いのでなかなか外に出られません。夏はなるべく外に出ず家で過ごしたいなと思っています。冷たい食べ物を食べて涼しいところにいるのが一番ですね。さて、今日のテーマは日本人は友達と遊ぶとき何する？です。皆さんは友達と遊ぶとき何をしますか？恋人と遊ぶときでもいいですね。おしゃべりをしたり、カラオケに行ったり、旅行に行ったり。学校や仕事は大変だけど、友達と遊ぶとストレスが解消されますよね。私は一人でお出かけすることも多いですが、今日は友達と遊ぶときに何をするかについてお話しします。今日紹介する遊びは日本人というより私の意見なので、日本人がみんなこれで遊ぶということではないです。10代から20代の一部の人の遊び方だと思ってくれたら嬉しいです。今日は3つの遊び方を紹介したいと思います。1つ目は少人数でお出かけする時の遊び方。2つ目は大人数でお出かけする時の遊び方。3つ目は家で遊ぶ時の遊び方です。年齢が近い友達と遊ぶ時によくする遊びを紹介していきます。まず1つ目は少人数でお出かけする時の遊び方です。少人数というと2人から4人くらいです。これは男子も女子もどちらも楽しめると思います。それはドライブです。これは皆さんもしたことがあると思いますし、友達じゃなくても家族ともできますね。皆さんはドライブといえば何が思いつきますか？私は夏にすることが多いです。外は暑いけどお出かけしたいなって時は、涼しい車の中で音楽をかけながら運転するととっても気持ちいいです。途中でカフェに寄ったり、ご飯屋さんに寄ったり、車があればどこでも行けちゃいますね。私は車を持っていないですが、レンタカーを借りてドライブすることもあります。少し高いですが。皆さんはドライブするときはどんな場所を走りますか？私は自然を感じられる緑が多いところ、都会じゃないところによく行きます。大学生の頃は滋賀県に住んでいたので、琵琶湖一周をよくしました。琵琶湖っていうのは日本で一番大きい湖です。一周約 200km あるので、4時間から5時間かけて運転します。夏は窓を開けて湖の涼しい風を感じるのが最高です。途中で琵琶湖テラスというロープウェイで標高1100メートルまで行けて琵琶湖を一望できる場所もあります。あと夜にドライブすると
心霊スポットもあるので怖いですけどそれも楽しいです。心霊スポットっていうのは幽霊とかお化けが出ると言われているところです。皆さんも日本でドライブしてみてください。日本人の友達がいれば運転を頼むのがいいですが寝ないようにしましょうね。そして次は大人数でお出かけする時の遊び方です。これも多分たくさんあると思いますが、私が高校生とか大学生の時によく行ったのはラウンドワンです。日本に住んでる方は知っている方が多いと思います。ここは体を使って遊ぶところです。ボーリングはもちろんテニスやバレーボールなどを簡単にできる場所で、私はスポーツが苦手なんですけど、ここでは上手下手は関係なく誰でも楽しく遊べるので、大人数で行くととても盛り上がります。あとバブルサッカーって知っていますか？多分見たことあると思います。人間が入れるくらいの大きさの空気が入った透明のボールに入ってぶつかったり跳ねたりできるものです。大人になってもこういう遊びができるのはとても楽しいです。では最後に家で遊ぶときに何をするかご紹介します。私はよくボードゲームとか謎解きをします。これは他の国ではあるのか気になります。ボードゲームというのはテーブルの上でカードとかを使って遊ぶものです。カタンや糸、なんじゃもんじゃって聞いたことありますか？例えば糸というのは1から100までの数字が書かれたカードを1人ずつ引いて、自分だけが自分のカードの数字を見ることができます。そしてお題が出されます。例えば日本といえばというお題が出るとします。そしたら自分の数字はみんなに言わずに100に近い数字を持っている人は日本といえばと聞いてすぐに思いつくものを言います。反対に1に近い数字を持っている人は日本とは程遠いもの、日本とは関係ないものを言います。そしてその言ったことからみんなの数字はどのくらいか予想します。富士山といった人はきっと100に近い数字だろうなとか想像して、みんなのカードを裏向きで並べて最後にちゃんと順番に並んでいるか確認します。ちゃんと並んでいたら成功というゲームです。お題はいろいろあって、居酒屋のメニューといえばとか、恋人に言われたら嬉しい言葉とか、居酒屋のメニューといえば、例えば私は枝豆だと100に近そうだなと思うんですけど、人によっては枝豆は頼まないよっていう人もいるので、意外と難しいんですよ。こういうボードゲームとかはお店でできるところもありますし、日本語の練習にもなると思うので、興味があれば一回行ってみると面白いと思います。さあ、今日はこのように遊びについてお話ししてみました。皆さんも同じようなことをして遊んでいますか？もしこれは自分の国だけだなと思う遊びがあればコメントで教えてください。それでは次回のポッドキャストのテーマは
日本のオタク単語についてです。皆さん、オタクは何かわかりますよね？何かのファンのことです。私もアイドルのオタクなんですけど、オタクをしていると普段使わない日本語がたくさん出てきます。日本ではオタクの人たちが多いので、このオタクに関する言葉を覚えておくと、日本人との会話がもっと楽しくなると思います。私が実際に使っている単語をたくさん紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。さあ、今日も日本語の勉強お疲れ様です。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。この動画が良かったと思った人は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、こんなテーマで話してほしいなどの意見があれば、コメントの方で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。